こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。今回は相手のコミュニケーションパターンを知るためのソーシャルスタイルという考え方をご紹介します。私たちは毎日いろいろな人とやり取りをしていますが、同じように接していても、ある相手とは自然に話が進むのに、別の相手とはどこか噛み合わないことがあります。こうした違いはお互いが持っているコミュニケーションパターンの違いから生まれているのかもしれません。今回のお話では、自分自身や相手のコミュニケーションパターンを知ることで、相手との対話をより円滑にしていくことを目指します。まず、ソーシャルスタイルとは何なのかについてお話ししますね。ソーシャルスタイルは1970年代にアメリカの産業心理学者デヴィッド・メリル氏たちが提唱した理論で、人の行動傾向や思考パターンを4つのタイプに分類する考え方です。この理論では、私たちの性格や行動には一定の傾向があり、それぞれに固有の強みと弱みがあるとされています。この考え方の大きな利点は、相手のタイプを把握することで、より適切なコミュニケーションの方法を選べるようになる点にあります。相手のスタイルを知っておくと、どのような反応が返ってきそうか、どんな言葉が伝わりやすいかを見通しやすくなり、余計な摩擦を避けながら落ち着いたやり取りがしやすくなるんです。ソーシャルスタイルの4つのタイプは、行動的で周囲を引きつけるエクスプレッシブタイプ、聞き上手で協調を大切にするエミアブルタイプ、結果を重視して迷いなく進むドライバータイプ、正確性と慎重さを求めるアナリティカルタイプです。ここからそれぞれの特徴を順に見ていきます。エクスプレッシブタイプの人は社交的でエネルギッシュで直感的に物事を捉えやすい傾向があります。このタイプの大きな特徴は行動の速さと豊かな発想力です。新しいことに挑戦するときには、細かな計画よりもまず動いてみようとする前向きな姿勢があり、その勢いが周囲にも良い刺激を与えます。会話では身振り手振りを交えながらテンポよく話し、自分の考えやアイデアを次々と口にします。想像力が豊かで、未来の可能性について語ることに喜びを感じ、その熱量が周囲を引きつける魅力につながります。ただ熱中しやすい一方で、興味が移りやすい面があり、継続的な取り組みを苦手とすることもあります。また論理的にじっくり考える場面や静かな時間を好まず、常に動きのある環境を心地よく感じる傾向があります。このタイプの人とコミュニケーションを取る際には、軽快なリズムで会話を進めることが鍵になります。細かい数字やデータを丁寧に示すよりも、きっと大丈夫、頑張ればなんとかなるといった前向きで少し抽象的な言葉の方が受け取ってもらいやすいでしょう。将来に向けたワクワクするビジョンをドーンとパーッとといった勢いのある表現を交えて伝えると、会話が弾み、相手の意欲も高まるでしょう。次にエミアブルタイプに移ります。エミアブルタイプの人は友好的で安定志向が強く、人との調和を何より大切にする穏やかな性質を持っています。誰に対しても柔らかい態度で接し、
相手の気持ちを敏感に感じ取るため、一緒にいると安心感を覚える人が多いでしょう。話す時のペースも落ち着いており、穏やかな雰囲気が自然と周囲に広がります。人の役に立つことに喜びを感じるのもこのタイプの大きな特徴です。困っている相手を見ると放っておけず、つい手を差し伸べてしまう温かさがあるんです。ただその優しさゆえに頼まれごとを断るのが苦手で、優柔不断な面も見られます。周囲との調和を優先するあまり、自分に非がない場面でもつい謝ってしまう場合があるのもこのタイプに見られがちな傾向です。エミアブルタイプの人と接するときは、相手が安心して本音を話せる環境を整えることが大切です。複数人いる場では意見を控えがちなので、1対1でゆっくり話す時間を作ると、より自然に気持ちを打ち明けてくれるでしょう。また、あなたのおかげで助かった、あなたがいてくれて心強いといった感謝や承認の言葉は相手の励みになり、信頼関係を深める助けにもなります。せかしたり対立的な態度をとったりするのは避け、穏やかで共感を大切にする姿勢がこのタイプの人との円滑なコミュニケーションの鍵になります。次にドライバータイプについてです。ドライバータイプは現実的で成果を重視し、明確な目標に向かって迷いなく進む推進力を持っています。このタイプに共通する大きな特徴は、効率の良さと結果への強いこだわりです。プロセスよりも成果を重視し、無駄を省いて最短距離でゴールに到達することを理想とします。自分にも他人にも厳しく責任感が強いため、リーダーシップを求められる場面では力を発揮するでしょう。会話のスタイルは簡潔でテンポが速く、一問一答のような直線的なやり取りを好みます。感情を表に出すことは少なく、声の調子や表情があまり変わらないため、何を考えているのか分かりにくいと感じることもあるでしょう。またせっかちなところがあり、ゆっくりした進行や回りくどい説明には苛立ちを覚えやすい傾向があります。このタイプの人とやり取りをするときは、まず結論を伝えることが円滑なコミュニケーションの鍵になります。提案をするときも、こうしてほしいという要点を最初に示し、その後に理由を簡潔に添えると理解が早まり、話がスムーズに進むでしょう。どう思いますかといった漠然とした問いかけより、A と B のどちらが良いでしょうかと選択肢を示す方が答えやすいです。また表情だけでは気持ちを読み取りにくいため、姿勢やちょっとした反応にも注意を向け、相手の受け止め方を確かめながら会話を進めるといいでしょう。最後にアナリティカルタイプについてです。アナリティカルタイプは論理的で計画的、そして正確さを何より大切にする慎重派です。このタイプの人は何かを決める前にまず情報を集め、データや根拠を丁寧に検討した上で判断しようとします。リスクをできるだけ避けたい気持ちが強く、いわゆる石橋を叩いて渡るような慎重さが大きな特徴です。会話では考えを整理しながらゆっくりと話し、几帳面で
筋道だった表現を選ぶ傾向があります。口数は多くありませんが、その分相手の話にじっくり耳を傾けることに集中します。完璧主義的な面があり、仕事で大きなミスをすることは少ないタイプです。感情をあまり表に出さず、大げさな身振りやオーバーなボディーラングエッジは得意ではありません。数字やデータの分析を得意とし、事前に立てた計画に沿って物事を進められると安心感を覚えます。アナリティカルタイプの人とコミュニケーションを取るときは、具体的な根拠や事例を用意しておくといいでしょう。多分、おそらくといった曖昧な言い方はできるだけ避け、確認できる数字や事実を示すことで信頼してもらいやすくなります。思いつきのような印象で話を進めると、相手は疑念を抱いてしまう可能性があるため、事前に準備をしっかり行いましょう。説明するときは落ち着いたペースで順序立てて伝え、図や表、データなども活用すると理解が深まるでしょう。このタイプの場合は、せかさず相手が納得できるまで時間をかけて話し合う姿勢が良好なコミュニケーションには不可欠です。ソーシャルスタイルの理論を実際のコミュニケーションに取り入れるには、まず自分がどのタイプに近いのかを知るところから始めるといいでしょう。先ほど挙げた特徴の中で、どのタイプが最も自分らしいと感じたでしょうか。私たちは4つのタイプの要素をそれぞれある程度持っているため、一つだけに完全に当てはまるとは限りません。2つのタイプの特徴が同じぐらい強く現れる人もいるでしょう。それでもどの傾向が自分に多く見られるのかを知ることが大切です。もし自分では判断がつきにくい場合には、親しい友人に意見を聞くのも一つの方法です。自分の傾向が見えてくると、ある相手とは話がスムーズなのに、別の相手とは噛み合わない理由が見えてくるかもしれません。例えば、エクスプレッシブタイプの自分がアナリティカルタイプの人に対して普段の勢いで話しかけると、相手が圧倒されてしまう場合があるかもしれません。相手と話が噛み合わないと感じたときには、相手のタイプを観察して推測してみるといいです。話す速さ、身振りの多さ、感情表現の度合い、意思決定の仕方といった行動の特徴から、おおよその傾向が見えてくるはずです。完全に当てはまらなくても方向性がつかめるだけで、関わり方を柔軟に調整できるようになります。そして相手のスタイルに合わせて自分の伝え方を工夫することが大切です。つまり相手が受け取りやすい方法で情報を届ける意識を持つということです。ドライバータイプの上司には結論から簡潔に伝え、エミアブルタイプの同僚には共感を添えながら丁寧に話すことです。こうした柔軟な姿勢はコミュニケーションの円滑さを高め、人間関係の質を上げる助けになるでしょう。今回は人のコミュニケーションパターンを4つのタイプに分類するソーシャルスタイルという考え方についてお伝えしました。ポイントをおさらいすれば、行動力と創造性にあふれるエクスプレッシブタイプには、テンポよく
前向きな言葉で接するといいでしょう。思いやり深く協調性を大切にするエミアブルタイプには、感謝と共感を添えながら丁寧に向き合うと効果的です。効率と成果を重視するドライバータイプには、結論から簡潔に伝えること、そして正確性と論理性を求めるアナリティカルタイプには、具体的な根拠を示しつつゆっくりと説明することが有効です。それぞれに合ったアプローチを心がけるだけで、コミュニケーションはぐっとスムーズになるでしょう。大切なのは、自分と相手のスタイルを理解し、伝え方を柔軟に整える姿勢を持つことです。もし相手と会話がうまく進まないと感じていたら、ぜひこの考え方を意識してみてください。ちょっとした工夫をするだけでも、今までよりもやりとりがスムーズになるかもしれません。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。